今回やっていく原神料理はなどくらい編でことあるごとに出てくるホワイトベリークルムかけです。美味しそうなのはいいのですが、いまいちどんなものかわからないので調べてみることに。わかった。資料を見てこよう。And that roller. 専用の機械に専用の棒。これはなかなか厄介そうですね。Back in our prep area, we're all finished cooking our krumkaka. クルムかけは現地の発音でもクルムかけなんですね。ちょっと親近感が湧くかも。And they are hard. And the reason they call them krumkakas is that they crumble when you eat them. So typically, you put one hand underneath like this. And you eat them like that. めっちゃ美味しそう。音の感じからしてヨックモックとかに近そうですね。だいたいわかりました。作れそうですね。ありがとう。クルムかけの妖精さん。ひとっ走り行くぞ。こいつのせいですっごく食べたくなっちゃったぞ。記事についてはだいたい理解したのですが、問題はもう一つありまして、それがホワイトベリーというものの存在です。私の中でホワイトベリーというと人間なのですが、食用のものはあるのか調べてみたいと思います。世界中へのアクセスを許可。アクセスプロセス起動。白いちごはなんとなく聞いたことがありますが、ホワイトマルベリーというのは聞いたことがないですね。違うと思うな。なんかもじゃもじゃしてて違うかも。もう少し検索範囲を広げましょう。このフェージョアというのも聞いたことがないですね。これも違いますね。このホワイトサポテというのはちょっといいかも。でも市場にはめったに出回らない幻のフルーツなんだとか。あるかもしれないし、ないかもしれない。やはりライチあたりが現実的な選択肢となりそうですね。ただ少々気になる文言が、毒があるなんて聞いてないです。特に子供に重い症状が出るということで、愛のさん向きではなさそうです。撤退しよう。わざわざリスクを冒す必要はない。こうなったら食べれなくてもいいので、それっぽい何か探しに行きましょう。じゃあ早速手分けして素材を探そう。とりあえず100円ショップへ潜入しました。このドライフルーツはトッピングに使えそうですね。これの白バージョンがあれば引きちぎって埋め込めば何とかなりそうでしたが、ないようなので諦めましょう。教令員のハイテクノロジーでしょうか。でもってここで事前に用意しておいたカードの登場だ。ホワイトベリーは色付きのマシュマロで作ってみようと思います。温度管理は必要なものの、色付きのマシュマロを作るのは簡単で、マシュマロ、かき氷シロップ、水、ゼラチンを混ぜるだけ。本当か？やってみたいぞ。ゼラチンは加熱しすぎると凝固する力が弱まるので、温める時間には注意が必要ですね。そこの確認は私に任せて。プロだから。もうちょっとですかね。完全にマシュマロが溶けたらシロップを混ぜます。ただハンドミキサーを使う必要性があったかどうかは分かりません。あとは型に油を薄く塗り、そこへマシュマロ液を流し込んで冷やします。知らない配合法だ。そうやって作ることもできるのか。念のためゴムで固定しておきます。糸よ、工作せよ。2時間ほどで固まると思われます。続いて申し訳程度にベリー要素を加えたいと思います。ベリー類と砂糖を混ぜて少し置いてから加熱とありましたが、冷凍して細胞壁がすでに壊れているものに必要な工程かは分かりません。冷めると粘度が増すので、ほんのりとろみがついたかどうかというところで火を止めます。いつも通りモロゾフの瓶に詰め込みます。ちょっと味見してもいいか？ちょっとだけでいいからさ。溢れた元素粒子も回収しておきます。では問題の部分に取り掛かりたいと思います。
生地の材料は卵、薄力粉、砂糖、牛乳、バター、そしてタピオカ粉です。ってなんでタピオカくんがとお思いでしょうが、タピオカ粉を入れることにより柔軟性が上がり巻きやすくなると AI が言ってました。そして専用の機材を使わずにどうやって焼くかというと、牛乳を本来のレシピの 2.5 倍に増やし、流動性を高めた上で焼き時間を延ばすというものです。テフロンがしっかり効いた冷たいフライパンに薄く油をひいて生地を流し入れます。その後なるべく均一でなおかつ一定の厚さを保ちながら生地を広げます。フライパンが温かいと生地を広げる前に固まってしまうため、2枚目以降は濡れ布巾を利用して冷まします。ここは2番目に難しいところです。熱すぎると水分がうまく抜けずに出来損ないのワッフルのような感じになり、サクサク感が出ません。反対に薄すぎると耐久度が足りずに巻く段階で割れます。そして一番難しいところは焼き加減です。焼きが甘いとふにゃふにゃ、そのくせ砂糖がたっぷり入っているので、ちょっとでも時間をオーバーするとすぐに焦げるという扱いづらさ。この焼き色だとちょっと早かったくらいですね。一つ一つの生産過程を確実に進めていけば突破口を見つけられるはずだ。君を信じているよ。見えない内側の方はこのくらい焼いた方がいいですね。焼きが甘いと30分くらいで柔らかくなってきてしまうので。めっちゃ熱いです。クールポコ方式を採用したので我慢という選択肢になりましたが、菜箸とかを使った方が明らかにいいです。だいたい20秒くらいで固まります。食感は申し分ないようです。10点中8点よ。いえ、9点あげてもいいわ。続いてマシュマロを加工します。100均で手に入れたドライフルーツに軽く水をつけてマシュマロに溶接します。お花の形に整えれば見栄えも良くなるし、一石二鳥だね。では最後にクリーム部分を作ります。今回はただのホイップクリームではなく、マスカルポーネシャンティというオシャンティな名前のクリームです。名前の通りマスカルポーネチーズが入ったクリームなのですが、それにより味わい深くなるだけでなく、クリームの形状記憶能力もアップするという代物だとか。よくこんなものを見つけたな。クリームの音ってちょっと癖になります。あとはトッピング用のドライフルーツとマシュマロを埋め込んで完成ということだったのですが、またしても問題が発生しました。これだけのクリームを搭載しているにもかかわらず、全くしだれていない上に、お皿に接しているはずの部分のクリームも一切潰れていないという。物理法則を完全に無視していらっしゃる。仕方がないので割り箸の上に乗せた後、画像編集で割り箸を消します。それではいただきます。サクサクの甘いクルムかけの生地に濃厚なクリームが合わさって実に王道的な美味しさですね。次はベリーソースと一緒に甘酸っぱさが加わるとまたひときわ味わい深くなりますね。何度か作り直して結構大変でしたが、この美味しさならその甲斐もあったというものです。ということでご視聴ありがとうございました。